では次の道の駅に向かって出発していきましょう。先ほども喋ってた通り、この先行くんだったら道の駅那智まで行くのがまあ正解かなと思うんですが、時間的にちょっと厳しい、奈良県の道の駅をですね回るにはちょっと厳しい時間帯になるのかもしれないということで、道の駅那智はもう諦めまして、このままですね今度は国道168号線を北上していきまして、道の駅十津川号かなともう一駅回ろうと、そして今日の道の駅巡りを終了という感じにする予定です。先ほどの道の駅トロ京熊野川トロ京街道熊野川、めっちゃ良かったです。道の駅の中にベンチとかもありますし、近くに食堂がありますけども、そこでお惣菜とかを買うことができます。そこのお惣菜は本当に美味しかったです。実家に帰った感じがする味をですね堪能することができますし、めはり寿司がすごいこの辺りは有名ということで、めはり寿司はすごく美味しかったです。トロ京街道熊野川ぜひ寄ってみてですね、お昼ご飯時だったらですねお惣菜めはり寿司買ってみてください。中でも食堂でも食べることができますので、中で食べてもらってもいいと思います。値段もそんなに高くないです。安いのでぜひ行ってみてください。ここから十津川まではですね約1時間ぐらいということになります。もうこの国道をですね延々十津川の方に向かって北上するだけですね。はい、ちょうどここがですね右側の方に行くと奥トロの方に行く感じです。ここからがですね国道168号線の今日最初の通る道っていう感じになります。この近くには熊野の本宮大社がありますので、国道168号線ですね北上して本宮の方に来たらですね、熊野本宮大社もぜひ参拝してみてください。道の駅の奥熊野古道本宮だったかなに行った時に本宮大社行ってる動画もありますので、そちらも良ければですねご覧ください。ここから十津川村までは40キロですね。十津川まで40キロ、最終的には五条というところまで行くんですが、あと100キロと書いてます。やっぱりなかなか遠いですね。この交差点を左に行くと国道311号線ですね。長辺路の方とかに行きますね。小原辺りがですね熊野本宮大社の街中近くの街並みみたいな感じになっております。すごくにぎわうところですね。ちょうどここ左手が熊野本宮大社です。左手の方に行くと道の駅に行けたんじゃないかな。そうそう、奥熊野
ほど本宮っていうところに行けます。そちらの方に行った動画もありますので、ぜひご覧ください。その動画にですね、熊野本宮大社にも行ってますので、ぜひぜひご覧ください。ここからしばらくはもう本当にこういう国道169号線まっすぐした快適な道が続いていきます。また途中でですね、狭くなったりはするんですけどね、十津川村の辺りはちょっと狭くなってると思います。はい、ここから奈良県の十津川村に入ります。ここでですね、国道168号線の綺麗な区間、バイパス区間って言ったんですかね、は終了です。で、ここからはですね、旧区間に入ってしまいまして、カーブが続くっていう道がですね、おー、止まってた。現在走っている国道168号線のことを簡単に紹介しておきます。国道168号線は和歌山県新宮市から大阪府枚方市を結ぶ全長約 187.9km の国道です。この国道は紀伊半島の山々を縫うように走り、和歌山、奈良、大阪を結ぶ重要な幹線道路であります。そしてですね、この道路はですね、自然や歴史的な名所に触れられる絶好のドライブロードとなっております。途中にはですね、日本最大の村ですね、これから向かいます十津川村がありますし、十津川村にはですね、谷瀬の吊り橋など有名なところがあります。また世界遺産の熊野古道といった見どころも点在しています。そしてこの国道168号線で有名なものの一つといえばいいですかね、それがですね、八木新宮特急バスというやつですね。このバスはですね、奈良県橿原市の大和八木駅からですね、和歌山県新宮市の新宮駅までを結ぶ全長約 169.8km の路線バスということで、日本一長い路線バスとして知られています。この国道168号線沿いにある道の駅は、奈良県内はですね、2つの道の駅がありまして、これから向かっていくことになります。十津川温泉でも買うといったらめはり寿司とかになりそうな気がするんですよね。かぶっちゃうかな。ただもう1時になってるとお惣菜系がね、道の駅本当になくなっちゃうんで、だいぶ北に上がってきまして、お店とか家とかが多いです。この辺とかは十津川温泉ですね。太陽の湯感じますね。十津川温泉も行ってみたいんですけどね。あとですね、8分ほどで道の駅十津川5かな、十津川の里かなに着く感じです。十津川村の集落を抜けてきまして、国道168号線はですね、ここから改良された区間に入っていきます。ここの区間はですね、十津川道路という区間に入っていきます。ここからですね、道の駅十津川号までは快適な道が続いていきます。看板が見えてきまして、道の駅十津川号ですね。あと5キロです。
くですね、あと1分ほどで戸塚道の駅と川道に着きます。見えてきました。道の駅戸塚号です。行こうか。はい、どうぞ。あれ、これ違う？バイク。道の駅十津川号ではですね、十津川温泉を使った温泉プリン買ってきました。それと温泉で蒸したという温泉黒糖蒸しパン、この2つを買ってきました。これがですね、有料と書いてある通り、十津川の温泉で作ってるっていう感じのものになると思います。ドライブイン長谷川って書いてますけどね。でこの2つを買ってきまして、あとここはですね、そばが有名みたいですので、そばを食べるのがおすすめなんですが、今回はそばを食べずにですね、これを後でですね、いただこうと思います。では最後ですね、次の道の駅行ってみましょう。こっちでもよかった。十津川温泉の足湯めっちゃ気持ちよかったです。体がめちゃめちゃぬくもりました。ポカポカです。はい、ここからですね、次の道の駅がラストの道の駅になるかなというところで、道の駅吉野寺応答というところですね。ここから約50分ほどかかります。この先ですね、観光といえば何だったっけ、谷瀬の吊り橋があるんですが、今はですね、谷瀬の吊り橋が工事中のため多分営業は停止してるんですよね。営業というかね、道なんですけど、地元の人が通るための道なんですけど、観光スポットにもなっており、その場所はですね、今は全面通行止めと書いてますね。十津川といえばっていう観光資源なんでちょっと残念なんですけどね。過去にですね、2回ほどここの動画の中でも渡ってんじゃないかなと思うんで、またよかったらですね、見ていただけると嬉しく思います。
道の駅吉野寺大東まではこのまま国道168号線を北の方に向かって進んでいきます。国道168号線はですね、改良されている区間と改良されていない区間がありますので、若干細い場所も未だに残っているんですけども、以前と比べたらかなり走りやすい道になっています。次の道の駅の看板がもう見えてきましたね。次の道の駅の看板が見えてきました。道の駅吉野寺大東ですね。ここから約5キロです。もう間もなく到着になるんだと思いますが、このタイミングで雨が降ってきています。この峠が通れなくなるんだな。スタッドレスタイヤがないと。ちょうど今山頂に向かって登っていってるみたいな、そんな感じになりますね。気温は8度ありますのでまだまだ平気ですが、冬場は雪降ったり凍結したりしそうです。道の駅吉野寺大東です。目的地は左側、道の駅吉野道大東。臨時休業、まさかの。はい、道の駅大東ではですね、ちょっとここの道の駅ならではっていうものではないんですけど、吉野らしいものということでですね、くず切りを買ってきました。で、くず切りの方はですね、このままバリバリかじるわけにはいかないので、家に帰ってまたお鍋とかにですね使ってみて感想を言ってみようと思います。
ではせっかくなので先ほど購入したですね温泉プリンの方を食べてみようと思います。温泉が入ってるらしいのでなんかこんな感じになってます。じゃあこちらの温泉プリンいただきます。うまもう滑らかでまろやかなやつですね。温泉によってこういう風な感じになってるんですかね。いやでもとても美味しいのでまた戸塚行ったらですねぜひ温泉プリンもですね試してみてください。こちらの方の温泉黒糖蒸しパンの方も食べてみましょう。はい、結構しっとりとしてふわふわの蒸しパンです。いただきます。でも独特の香りがする。蒸しパンとしてはすごく美味しいです。でもなんていうんですかね、この香りが本当に独特な感じがするんで、なんかちょっと普通の蒸しパンとは違うようなそのような香りがしてりするので、2回よかったら試してみてください。はい。今回の道の駅巡りは和歌山県の奥灯から始まりまして、泥峡街道熊野川、十津川郷、そして最後にですね吉野寺応答と進んできました。これで奈良県の道の駅がですね残り2駅で全駅回ったことになります。そして和歌山の方はですねまだ16駅ほど残っていますので、これからはですね和歌山県、滋賀県を中心に道の駅を回っていくっていう感じになると思います。次回はですね奈良県の残りの道の駅2駅を回ってみようと思っています。休日に楽しむ道の駅巡りという感じでですね S660 に乗って道の駅巡りをしていますので、なかなかですね近畿の道の駅全てをですね短期間で回るということはできないんですけども、ぼちぼちとですね近畿の道の駅全てを回りたいと思っていますので、ドライブ好きな方、旅行好きな方、 S660 が好きな方、また道の駅が好きな方、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また高評価の方もですねぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。